入れたルミナス拳こと裏表金色の層。これがどのくらい強い武器なのかをなんとなく実感するために、今日は武局の試練の救援に浴衣からも連れてやってきたよ。というわけでこんにちは、小太郎です。当位のゲーム部屋は当位さんがプレイ済みのゲームを僕と一緒にネタバレマシマシで遊んでいくチャンネルです。今回の動画はグランブルーファンタジーです。最初こそスマヒヒトでキモ拳使ってたんだけど、日課を雑に振るおうとしたり武局の救援に文句を使うようになって、この武器って割と長期戦もいけるんだなって分かったんだよね。武局の試練は扇軸の安定編成から7ダイバーまでいて、入る救援によって雰囲気が変わる割とカオスなマルチだよね。速度が出てるだけなら貢献度を稼げないってだけなんだけど、ワンパン救援車が動かなくなって 20% を超えられない場合もあるよね。だから最近は作業の合間に救援に入ってフルオートで最後まで回してるんだけど、浴衣からも入って火力がぶち上がってる主人公を見ていこうって感じだね。それじゃあフルオートを見ながらだけど、裏表金色の層の性能を振り返っておこうか。この武器はメイン装備用なんだけど、第3スキルだけ上石のカゴが乗る後陣と TA が複合の乱舞だね。そして第1スキルは主人公に常時火ダメ全力カウンターをつける効果で、そのカウンター一発ごとに浴びダメが追加される効果だね。全力カウンターは3回だから、追加の浴びダメも3回発動して合計6発の反撃をお見舞いする効果だね。ただし火ダメカウンターだから、回避とか命中率低下の失敗とかゼロダメージには反応しないんだよね。その点だけ見れば2班に浴びとか浴衣から3浴びと相性悪いね。そして第2スキルは光キャラの通常攻撃よだめ 30% アップの悪上限効果のスキル。バサラ刀の通常よだめ 10% とは別枠で、おそらく不参関係のスキルだね。ただしバトル開始時に最大 HP の 40% ダメージを受けるシュラスキルみたいなやつだね。だから渾身の効果値が下がっちゃうから、開幕でオルコだけ使ってるよ。シンメトリアの剣士があるから耐久面だけで言うと問題ないんだけどね。カウンターも通常攻撃だから第2スキルで火力が高いこともあって、スマヒヒトのメイン武器として短期戦で採用されやすい武器だね。そして奥義は極大で、発動ターン中自分にカバー効果と火ダメ 80% 軽減だね。全体カバーじゃないことだけ注意だけど、味方を守りながらダメージを大幅に抑えるかなり強力な奥義だね。この奥義のおかげでかなり場持ちが良くなる反面、強力な特殊技も吸っちゃうのがデメリットだから、スマヒヒトだとそのまま落ちることが結構あるんだよね。そこで文句の出番なわけだね。どうしても必要だから文句の解説もするけど、今回使ってるのは極地浴びのシシコツコツと海星の極意だね。シシコツコツは武芸レベル5以上で使えて、自分に様々な評価効果を付与するアビリティで、敵対心を上げながらカウンターのよだめ 50% アップ、防御 150% アップを付与しつつ、敵対心アップで攻撃を集めてカウンターで反撃するのが基本で、敵の特殊技発動で味方の HP 回復と弱体のターン短縮もある。裏表金色の層を持った時に火力と耐久の両方を上げる効果だね。これで主人公の耐久力と味方の耐久をケアしてるんだけど、浴衣からの3浴びで防げなかった弱体効果のターン短縮をできるのがポイントだね。そして大事なのは次の海星の極意の方で、自分に海星の極意効果と不死身効果をつけるんだけど、不死身はガッツより強力なやつで、そのターン中ならどんな攻撃を何度受けても HP1 で耐えることができるよ。だから多段攻撃の特殊技でも必ず耐えるすごいやつだね。そして海星の極意効果は、通常攻撃後に浴びダメ4回を打つ自前クリスマスフィルノートみたいな効果と、ターン終了時に自分が瀕死の時弱体と HP を全回復して、ダメ浴びが即時使用可能と即座に奥義発動可能効果だね。この全回復効果を使うと海星の極意効果を消費するから、それ以降は通常攻撃後の浴びダメがなくなっちゃうけど、敵の強力な特殊技で HP1 になった時に全回復できるから、シールドスウォーンがジョブ武器を持った時と近いことができるね。このアビリティが裏表金色の層とめちゃくちゃ相性いいってわけ。カウンターを打ちたいから奥義でかばいたいけど、タイミングによっては落ちることもある。だから必ず耐えて全回復できるのが中期戦適性を高めてくれてすごくいい。この極地浴びのおかげで火力も耐久もかなり強化されて、武局の試練で問題になりやすい 20% 特殊後の攻撃すら対応できるってわけだね。だから裏表金色の層を一番使いこなしてるのは文句だと思うね。スマヒヒトは通常攻撃が強いジョブだから、そっちに目がいってたけど、文句は浴びダメが強いジョブだから、カウンター後の浴びダメが強くなるんだよね。この浴びダメが武局の試練ではとんでもなく強くて、さらに浴びダメ強化といえば浴衣火から、3浴びは浴びよだめ 10% アップだから、一撃空火力だと浴びよだめ5万上昇よりも上昇量が大きくてすごくいい。さらにタイミング次第ではどうちゃんの火ダメ 20% アップも乗るわけで、ヒット数の多さも相まってこの拳文句と浴衣火からはすごく相性がいいよ。今のカウンターはどうちゃんの 20% が乗ってるやつだね。カウンターと浴びダメで合計3000万ダメージ。こんな火力出るのに耐久高くてカバン持ちな主人公やばいでしょ。コスモスとレハンの5分も乗ってて通常軸の武器とは思えないよね。しかもカウンターって
奥義ゲージがたまるから涅槃に浴びも相まって奥義頻度がそこそこ高くなるのもいいね。フルチではないけど床旅からもコスモスも割と言うてけるもんね。なんとなく古戦場に150フェルってこんな感じになりそうだなって雰囲気だね。ここで見てる人に確認してほしいことなんだけど、今この動画が始まって5分ちょっとで敵の HP が 29% まで来てるところで約 70% を5分かけて削ったんだけど、飼育バーを1分30秒のところに合わせてもう一度5分30秒に戻ってきてほしい。戻ってきた。1分30秒の敵の HP は約 60% だったから、1分30秒から5分30秒までの4分間で 30% しか削れてないんだよね。何が言いたいかというと、武局の試練は 60% までの無敵で一旦救援者が減るマルチで、20% までの無敵で普通に落とされて動いてる人が減るマルチだから、最後まで動ける救援者は自発者にとってすごくありがたい存在なんだよね。まさに今2人が落ちたっぽいね。こうなると最後の 20% を削るのが重くなるから自動でフォローしたいところだけど、キモコブシ文句と愉快な仲間たちならなんとかなるでしょうってのが今回の編成ね。ただの通常攻撃で主人公の HP を4万も消し飛ばすから 20% を超えるだけで一苦労だよね。一旦無敵解除まで早送りして、ここからどんな感じか見ておこうか。敵の強化効果が全部ついて耐久ができなくなるんだよね。人数がいればかなり早く進むところだけど、今回は剣豪の人とマナダイバーの人がまだ動いてるかなって感じ。剣豪ならここで奥義も解予兆も解除できるけど今回は無理だね。予兆は無視してノーガードで振るおうとしてるけど、主人公以外は落ちる可能性が高い区間だね。一応主人公さえ残ればカウンターと自動アビダメで押し通せたりするから、最後まで動くって目標は奥義軸でなくても達成できるし、納金文句も侮れないよね。キモコブシ文句は最後の 20% 区間で貢献度を稼ぐのがすごく得意で、マナダイバーが多い救援でも青箱ラインまで稼げたりするから、救援を安心して振るおうとできるって意味ですごく重宝してる。ここで主人公が全回復してるね。ただし強圧がついてると全く回復しなくなるから、チクるとしたら40ヒット予兆を解除できなかった時だね。あとは無属性150万予兆でドーちゃんの攻撃が出なかった時も事故るね。雑な編成だから仕方ないけどね。今出てる予兆は運悪く解除できなくて、特殊技で麻痺も食らうから半壊するんだけど、ここまで来れば凱旋モードもいるしなんとか押し消えるよね。割と長めの救援になったけど、主人公が安定効果力を出し続けて味方の被弾をかなり吸ってたのが裏表金色の層のいいところだったね。最後に参考仕様のしとくけど、何の参考にもならないと思うから、キモコブシゲットした人だけ参考にしてね。あとゴールドムーンの使い道は慎重に選んでね。というわけで裏表金色の層で武局の試練を救援フルオートの動画でした。高評価絶対よろしく。コメントはコミュニティ投稿の方によろしく。今回の動画はここまで。次回へ続く。